あなたの家庭には人には到底話せない秘密はありませんか？ 2010 年アメリカカリフォルニア州アナハイム近郊、その日私は13人の兄弟姉妹、それにパパやママに連れられディズニーランドへやってきていました。それだけの大人数になるとやっぱり目立つようで、他の来園者さんはみんな私たちの方へ目を向けていました。パパ、次はあれに乗ろうよ。おいおい、そんなに走ると転んじゃうぞ。お揃いの T シャツに身を包み楽しそうに笑い合う両親と妹たち、こんなに家族らしい彼女たちの姿を見たのはひょっとすると初めてかもしれません。私たちは人数こそ多いものの、傍から見れば何の変哲もない微笑ましい親子に見えていたでしょう。でも私は知ってるんです。妹たちや両親のその笑顔が偽物であること。だって私たち13人の子供たちは普段年に数回しかお風呂やトイレを許されない生活を送っているのですから。楽しそうにはしゃぐ13人の子供たちに課された謎のルール。彼女たちが置かれていた劣悪すぎる環境の全貌とは。あなたは数十年鎖につながれ続けた人間が人間社会に戻れると思いますか？おそす、クリスマスみんな何してる？ケンちゃんです。雪景色を眺めながら私と一緒に露天風呂。お茶、宮美子です。私と露天風呂行きたい？クリスマスでもいいわよ。大丈夫です。ルナと過ごします。皆さんクリスマスね、何するかコメント欄にぜひ書いてみてください。本日ご紹介するのはアメリカカリフォルニア州で暮らしていたヤバすぎる家族なんです。この家族の子供13人は人間の尊厳がないとも言えるような生活を強いられていたというんです。13人ってすっごい大家族ね。前にもやった気がするわよ。こういう大家族でめちゃくちゃな環境で育てられてたみたいな話。全然いいと思うんですけど、無責任にめちゃくちゃ産んでちゃんと面倒見れないみたいなの無計画すぎるし、うんざりしますよね。産みすぎないのも国として問題みたいなのあるけど、産みすぎてちゃんと育てられないってのはそこに生まれた子がかわいそう。国の都合もね大事だけど、まず目の前の一人を大事にできるかもっと考えてほしいですよね。ただこの家族にはそんな劣悪な環境から逃げ出そうという勇気ある子もいたんです。そしてこの子がきっかけで家族の闇っていうのは明らかにされていくんです。逃げ出した少女。2018年1月14日、アメリカカリフォルニア州の都市ペリス。夜も更けた頃、その家の庭に小さく響いた窓の開く音。その窓から音を立てないように身を乗り出したその少女はジョーラン・ターピン。庭の地面に降り立った彼女は続けて窓から顔を出した少女に合図を送ります。大丈夫よ、逃げられるわ。彼女に続いて窓からその家を抜け出したのは13歳の妹。そこから2人は敷地を抜け出すため夜の闇の中を必死に走ります。しかし、お姉ちゃんやっぱり無理だよ。何かに怯えるように泣き出してしまった妹。分かった、あなたはやっぱり家に戻って必ず助けるから。ジョーダンは結局一人でその家を抜け出すことに。そして家の敷地から少し走ったところで911へ緊急通報したジョーダン。どうか妹を助けてください。両親にひどい目に遭わされているんです。通報を受けた警察はすぐさまジョーダンの元へ急行。そして彼女が差し出した自分たちが受けてきた仕打ちの証拠写真を見せられると思わず絶句します。これは一大事だ。そう、ジョーダンの携帯に保存されていたその写真は子供たちが鎖で繋がれたものだったんです。ほんとひどい。両親が鎖で繋いで縛って出られないようにしてたんでしょ。ひどい。もうこの後警察はターピン家でさらにおぞましい光景を目にするんです。警察がターピン家へ家宅捜索に訪れると、その家は外からでもすぐに異常だと分かりました。なんだこの匂いは。家の周辺に漂うゴミの腐ったような匂いに警察は思わず鼻を覆います。ターピンさんおられますか。そう呼びかけると、しばらくして玄関に姿を現したのは父親のデビッド・ターピンと母のルイーズ。開かれたドアの先には山積みのゴミ袋が。突然の訪問にあっけに取られる両親を尻目に警察は家の中へ。すると部屋の中では先ほど写真で見た通りに子供たちが鎖で繋がれていたんです。その中にはすでに成人している女性もいたのですが、彼女の年齢に警察は耳を疑います。あなたは本当に29歳なんですか。なぜなら長女ジェニファーはその年で体重が37キロしかなかったから。このほか兄弟姉妹はほとんどが栄養失調に陥っており、発見された12人のうち7人は18歳を超えていたにもかかわらず、警察の目には子供にしか見えませんでした。また子供たちの中にはこんなことを言う者もいたんです。私は警察だ、もう安心だからね。警察って何？そう、長年世間から隔離されていた子供たちの中には警察の存在を知らない者すらいたんです。こうしてターピン家の子供たちは無事に保護され、両親は虐待の疑いで逮捕されることに。あまりにも浮世離れしているターピン家の子供たち。彼女たちは一体いつからどのような生活を強いられていたというのか。
1985年、当時24歳のデビッド・ターピンは8歳年下の恋人ルイーズを乗せテキサス州へと車を走らせていました。俺と駆け落ちしよう。ある日突然そう切り出したデビッドは当時高校生だったルイーズを退学させ2人で生きる道を選ぼうとしていました。しかしいきなり高校生の娘を連れ去られ彼女の両親が黙っているはずもありません。2人はルイーズの両親の通報で連れ戻されこう告げられるんです。2人で生きるのは構わない。それならきちんと結婚しなさい。お父さんもよく許したわよね。娘を高校辞めさせて駆け落ちさせるような男よ。やってることはめちゃくちゃなんですけど、デビッドが有能な青年だったからなのかもしれないですね。ルイーズと結婚した後、デビッドはコンピューター工学の知識を生かし航空機宇宙船開発で知られるロッキード・マーティン社、ゼネラル・ダイナミクス社などの巨大企業で就労。妻ルイーズとの間には次々に子供たちが生まれていましたが、デビッドの給料を思えば家計は何ら問題なく思えました。デビッドとルイーズはそれぞれペンテコステ派のキリスト教徒。子供を次々に産んでいくのも信仰の一環だったといいます。こうしてデビッドとルイーズの間には17年間で10人の娘と3人の息子が誕生。そして実は17歳のジョーラン・ターピンが逃げ出す以前にも近隣住民はこの家族の異常性を垣間見ていました。2010年、ターピン一家はこの頃10年暮らしたテキサス州リオビスタの町を後に、そして彼らが去った後家の敷地を見にやってきた近隣住民たち。一体どんな暮らしをしていたんだあの家族は。彼らが暮らしていた敷地に残されていたのはおびただしい量のゴミや糞尿。その中にはロープが縛り付けられたベッドや猫の死骸も混ざっており、ホラー映画さながらの光景が広がっていたんです。気持ち悪いもん。お金持ちのやることとは思えないわ。一体どんな生活したらこんなことになるんでしょうねっていう話ですよね。でもね、この後カリフォルニアに引っ越した彼らの生活っていうのは特に変わったものではなかったんです。恐怖の家。2010年、新たにカリフォルニア州ペリスで暮らし始めたターピン一家。子供たちは皆ホームスクーリングで学校には通っていませんでしたが、この頃になると一家揃って外出する機会が増えました。パパ、写真撮りたい。よし、じゃあみんなで記念撮影だ。着ぐるみのキャラクターを取り囲み楽しそうに笑顔を浮かべる子供たち。そう、この頃ターピン一家は家族連れでディズニーランドを訪れることがたびたびありました。写真見る限りだとさ、この子たちが普段監禁されてるだなんて到底思えないわね。虐待をしている親ってね、こういう隠蔽工作とかには気を使えるんですよ。子供には気使えない。ディズニーからの帰宅時間が近づくにつれ、楽しそうだった子供たちの表情は徐々に曇っていきました。そう、デビッドとルイーズが子供たちをディズニーに連れて行ったのは SNS に写真をアップして世間にカムフラージュを行うため。ひとたび自宅へ戻れば子供たちは鎖で縛り付けられ、また自由のない生活が待っているんです。薄暗い部屋の中、ベッドに縛り付けられ身動きも取れずにいる子供たち。部屋の中には糞尿の匂いが立ち込め、少し息を吸えばむせ返るような空間が広がっていた。お姉ちゃん、お腹すいたよ。少女は蚊が鳴いたような声でそうつぶやくが、姉たちも同じように鎖で繋がれておりなすすべはない。その時だった。おもむろに開かれたその部屋の扉。父デビッドと母ルイーズがやってきた。同時にかすかな甘い匂いが子供たちの鼻先をくすぐる。本当にかわいそうな子たちだよ。ああ、そうだな。こんなにうまいものを食えないなんて。デビッドとルイーズは子供たちに見えるところで美味しそうにパンプキンパイを頬張り始めた。鎖で拘束されていた子供たちは1日1回の食事が与えられていましたが、それが十分な量ではないことは明白。子供たちはケチャップやマスタードを舐めて上をしのいでいたことさえあったといいます。さらに彼女たちはトイレに行くことも禁じられており、糞尿はその場に垂れ流し、シャワーも年に2回外出の際に浴びれるくらいなものでした。家族内のことで時期ははっきりとしていませんが、子供たちの監禁が始まったのは2007年のこと。彼女たちは11年もの間その生活を強いられていたことになります。こんなのもういつ死人が出てもおかしくないじゃない。何のためにこんなことするの？自分の家族よ。なぜね、デビッドとルイーズは自分たちの子供にこんな生活を強いるのか。ちゃんとした理由はね、分かってないんですけど、おそらく経済的困窮によるものだとされているんです。13人もの子供を育てていたデビッドですが、彼の経済状況はとてもそれだけの人数を養えるものではありませんでした。デビッドは巨大企業に勤め、年収1000万以上を得ていたはずが、2011年にはクレジットカードの負債を抱え破産申請をしています。彼がなぜそこまで追い詰められてしまったのかは定かではありませんが、後先考えずに家族を増やしたこともきっと無関係ではないんです。また子供たちの虐待には母ルイーズの生い立ちも関係しているのではないかとされています。実は彼女は幼少期母親からを強要されていたんです。とはいえ、ルイーズが家庭環境のせいで倫理観を持ち合わせていなかったとするのは非常に安易ではあるんです。近年はそれを証明する研究結果も出ているんです。というわけで本日のメトラキーワード、虐待の世代間連鎖について。虐待の世代間連鎖とは、虐待を受けた経験のある親が自分の子供を虐待するようになること。かつては 70% から 90% の割合で親から子へと虐待が受け継がれていくとされていました。しかしこのデータは虐待の加害者のみにアンケートを実施した際のもの。近年は検証方法を変更し、ランダム
ダムに選んだ親にアンケート調査を実施。加えて証言の信憑性も検証したところ、世代間連鎖の確率は本当は 20% 程度だと分かったんです。 90% が 20% に減っちゃうってかなりいい加減じゃない？自分がね、虐待されてきたから子供にもやってやろうってみんながみんな思うわけではもちろんないんですよ。2019年4月19日、実の子供13人を監禁、虐待した罪に問われたデビッドとルイーズに下された判決は終身刑。公判が繰り返される中、2人は精神疾患を主張し、何度となく責任逃れをしました。しかしそんな2人に育てられた子供たちには決して彼らを憎まない発言をする子も、今でも鎖につながれ殴られる夢を見てうなされます。でも私は両親を愛しています。最善の方法とは言えませんが、育ててくれたことに感謝しているんです。劣悪な環境で育てられながらも感謝の言葉を口にした彼女のその振る舞いに、世代間で虐待が連鎖するというのはやはりただの先入観なのだと思い知らされます。親とも呼べないような所業を繰り返してきたデビッドとルイーズですが、娘のその言葉を聞いた際の彼らは涙を浮かべているようにも見えました。保護された子供たちのうち未成年者についてはそれぞれ里子に出されることに。2019年10月、このうち年少の5人について悲しいニュースが飛び込みました。そう、5人の子供たちは新たな里親のもとで両親から受けたものよりもさらにひどい虐待を受けていたんです。里親の虐待はサンダルやベルトを用いて引っ叩く、暴行を加えるなど聞くに耐えないもの。過剰な食事を与えられ、吐き出せば吐瀉物をまた食べるように強要。それらは内容だけで言えばデビッドやルイーズが行っていたものよりずっと過激なものでした。そして里親には子供たちを脅す際にいつも使っていた決まり文句が、実の親のもとへ返してやろうか。後に里親は逮捕されていますが、子供たちが心に負った傷は計り知れません。最悪じゃない。デビッドとルイーズみたいな犯罪者に育てられたってレッテル貼られてるだけで里親の差別を助長しちゃってるわよ。この問題の方が親子間の虐待の連鎖の問題より根深いというか、逃れられない話ですよね。このほか子供たちは里親に出されなかった子に関してもそのほとんどが養護施設に預けられることに。しかし結局十分な支援が行き届かず、現在数名はホームレスとして暮らしているとも。数十年閉鎖された空間の中で人としてさえ扱われていなかった彼女たちがたちまち実社会の中で自立していけるはずがないんです。ただ13人の中でも唯一明るい姿を見せているのは、あの日ターピン家の窓から自力で脱出したジョーラン・ターピン。あの後大学を卒業した彼女はモデルとして活躍しており、インスタグラムでもフォロワー数26万人を誇るほどに。自宅へ警察を呼び寄せ兄弟姉妹を救ったジョーダンは今も彼らの希望の光であり続けているんです。また30代を迎えた長女ジェニファーもようやくそのトラウマを克服し、その人生に希望を見出す様子を SNS で伝えているんです。嵐の後には虹がかかる。どんなことがあっても乗り越えて、あなたは自分が思っている以上に強い人。すぐ近くにこんなに美しいものがあるんだから。